こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日はフライングタイガーで可愛い文房具を購入したので紹介していきます。先日フライングタイガーで合計3000円以下でお買い物をしてきました。で文房具を紹介する前にこのショップバッグも可愛いので紹介させてください。レジ前で購入できるトートバッグで税込み440円、ハロウィンシーズンのお化け柄で、ここで紹介するためにサイト見に行ったら商品説明も可愛くて一気にファンになっちゃいました。ハロウィン前までしか使えないかなと悩んだんですけど、これ持つとすごいルンルンするので心ときめく買い物ができたなと満足です。このバッグも含めて今回は3000円以下のお買い物となります。一旦ざっくり買ったものをすべて紹介していきますね。まずはウィークリーのガラスボード、あとデザインに一目惚れしたノートパッド、トゥードゥのフォーマットがついた分厚いリングのメモ帳と、いろんなシールが入ってるステッカーブックで、色味が好きな方眼の付箋と、あと大文字アルファベットのスタンプ、こちら以上の7点、文房具は6点ですね。では一つずつ紹介していきます。まずはこちらの予定表ボード990円。今回買った中で一番気に入ってるし、一番役立ってるアイテムです。同じくガラスボードのデザインでトゥードゥタイプもありました。ホワイトボードではなくガラスタイプのボードなのが一番の特徴かなと思います。似たようなデザインを海外の文房具屋さんで見かけてて、ずっと欲しいなと思っていたので、フライングタイガーで見つけた時はちょっとテンション上がってすぐ買い物かごにインしました。家に飾ってもビジネス感がなくておしゃれなインテリアな感じがお気に入り。付属のペンがついていてホルダーも本体についているので、書き込みたい時にさっと使えて便利ですよ。ペンを取り外すのも戻すのも程よい力加減で OK なので、勝手に落ちたりすることもないです。壁に取り付ける金具みたいなのもついてますが、受けの方の金具はついてませんでした。では書き込んでみます。ペンにはキャップの方にイレーザーがついています。ペン先はよくホワイトボードのマーカーよりちょっと芯がしっかりしている感じで、書き心地はホワイトボードと同じで、ただペンが少し硬いので細く文字が書けます。撮影時は机が黒色なので見えにくくて、これを取り付ける場所は明るい色の方が良さそうです。1行の幅広いので付属のペンでも2行分問題なく書き込めます。色付きの文字も書きたいし、ホワイトボードのペンも使えるのかな。ちょっと今度試してみようと思います。文字を消すのは乾いてからであれば削るように綺麗に消えていくんですけど、書き込んでる時はインクが乾ききってないので動画のようにピョーっと伸びてしまいます。インクが乾いてない時とかはティッシュとかで拭き取る方が早いです。乾いてる時も消したインクのゴミが下に削れて落ちていくので、掃除しやすいところに設置するのがおすすめです。紙のプランナーではなくてガラスボードに書く体験が結構新鮮ですごい楽しいです。私は最近お店の営業時間とか英会話の習い事がいつだったっけなってスマホをちょこちょこ確認していたのが面倒になってきたので、このカペ掛けでさっと確認したいなと思って購入して、その内容を今書き込んでみました。で、設置する場所なんですけど、うちは賃貸なので壁に大穴を開けるわけにはいかず、苦肉の策でプッシュピンを3つ壁に設置しました。プッシュピンを刺す幅を枠よりほんのちょっと広めにしてあるので、押し込んで固定するとかなりの安定感があります。白い壁にかけるからホワイトボードの感じと変わらないかなとちょっと心配してたんですけど、全然やっぱ違いますね。圧迫感もないし、書いてることは普通なんですけど、ちょっとおしゃれですごい気に入っています。本当はカレンダーを買って予定を書き込もうかなとも悩んでいたんですけど、今更もう9月にもなるしカレンダー買うのもなとためらっていたので、このアイテムに出会えてラッキーでした。次はこちらのメモ帳、トゥードゥメモ税込み220円。かなり分厚いメモ帳なんですがお手頃価格です。中の紙と同じフォーマットの表紙と裏表紙が厚紙でできていて、手のひらサイズではあるんですけど、厚紙が硬いので手にしなってフィットみたいなのは難しいかなと思います。中の紙は約110枚入りで、全てのページがトゥードゥリストのフォーマット。1日1枚使っても3、4ヶ月ぐらい持つのでかなりのコスパかなと。
で、1枚あたり17個のトゥードゥが書けるのもいいポイントかなと思います。最近小さいメモ帳にね、思いついたトゥードゥとかを書き込んでいたんですけども、パソコンで作業するときはね、結構思い出したタスクとか、後で調べたいこととか、差し込みタスクで対応しないといけないことなど、書き込む機会が多いので、作業場所にトゥードゥメモを1冊置いといた方がいいなと思って購入しました。持ち歩かないのでね、分厚さも気にならないし、今のところ不便なく使えてます。では書き心地をレビューしていきます。17個もトゥードゥ書き込めるだけあって、1個あたりの行の幅はね、なかなかに狭いです。そしてね、ここですごく大きなミスが発覚しました。書き損じたので1枚捨てようと思ったら、これ表紙でした。中の紙とね、全く同じ色とデザインなので、皆さんはね、気をつけてください。では気を取り直して再度中の紙に書き込んでいきます。行間は狭いので細めのペンと一緒に使うのが良さそう。動画ではね、ゼブラのブレンというボールペンを使っています。紙質はね、なんというか良くはないです。でもね、滑ったりインクを弾いたりっていうのはないので、値段相応の質だと思うし、不満もないです。次はデザインに惹かれて買ったノートパッド。こちらは税込み220円。ギリギリまでね、悩んだんです。使う用途のね、ない文房具も買ってもなぁと。でもデザインがツボすぎて、入店直後からずーっと気になってて、後から用途はひねり出そうということで購入決意。50枚入りで全ページに2穴が開いていて、方眼タイプのミシン目入り。ノートパッドなのでね、本体から取り外すところにもミシン目が入ってます。縦のミシン目はファイリングしたい時に2穴部分をカットできますよ。ノートパッドのいいところは使ったページから切り離していくので、常に新しいページが一番上に来て、使いたい時にね、すぐに使い始められるところ。ちなみにパッド自体が英語サイズなので、切り取ったノートは一回り小さくなっています。英語のノートや手帳にね、後から貼り付けたい時とかははみ出ることなく貼れて良さそう。問題の書き心地はどうでしょうか。さっきのトゥードゥメモと同じ感じですね。質はそこそこで値段と相違なし。方眼の色が濃いので、ゲルインクとかのね、発色がいいボールペンとかサインペンの方が相性が良さそう。ということで、手元にあったユニボール 1P に持ち帰って書き込んでみます。見やすくなりましたね。書きながらどんなシーンで使うか考えましたが、現在は必要なさそうなのでストックへと回します。メモ帳やね、ノートが溜まっていくことには罪悪感があるんですが、困った時にね、ストック見ると、これ今の状況にぴったりじゃんってなることがよくあるので、良しとします。次も色味に一目惚れした付箋275円です。安いですね。5色で、各色40枚、合計200枚入りの付箋。フォーマットはすべて方眼です。最近は好きな色から使える付箋とかもありますが、これは上からしか使えません。色によっては黒インクだとね、文字が読みにくそうだなと思います。最近ね、ペンタルから出たマットホップという高発色ペンがね、結構気になってて、これと相性良さそうなので、手に入ったらちょっと試してみようかなと思っています。そういえばね、最近ツイッターを始めまして、ツイッターではね、こういうちょっと試してみたこととか、これとこれ相性いいなって思う組み合わせとかも多分ね、気軽につぶやいていくので、ぜひフォローお願いします。商品紹介戻りまして、付箋の粘着力ですが、こちらはね、何度も貼り替えることには向かないかなという感じ。あと、紙が反りやすいので、壁面とかに貼り付ける場合も注意が必要そうです。あれ、ちょっと取れそうかも。取れちゃった。どうしようかなと。もはや分解して好きなところから使えばいいのかな。ちょっと全体的に脆いですね。はい。で、使い道なんですけど、私はね、腰が重めのタスクを付箋に書いて壁に貼り付けてて、今、蛍光色の付箋使ってたので、可愛いカラーのやつと切り替えたいなと思って購入しました。実際に試してみたんですが、付箋の色によってはね、書いてある文字が全然読めなくて、近くまで行かないとどんなタスクがあるのか読めず、他のペンで書いてみようかなと、その場をね、ちょっと一旦離れてたら、分かってはいたんですけど、粘着力が足りずに落ちてきてしまいました。ということで、これは伝言用のメモとして、またはノートをデコるものとして活用するのが良さそうです。100均とかのね、付箋もそうなんですけど、一番大事な粘着部分が微妙だとちょっと悩ますよね。フライングタイガーの商品はもっと、値段をね、上げていいから、ぜひ改善してほしいなと思いました。デザインがね、好きなだけちょっと残念です。
次はこちらのステッカーブック、税込み330円。北欧っぽい色使いが可愛いですよね。あまり手帳やノートをデコることはしないんですけど、1個前のショート動画で紹介した営業カレンダーを作成するときにシールでね、ちょっと遊び心を出してるうちに、なんかちょっとシールの楽しさが分かったような気がして、今回試しに実用的なものを買ってみました。ガラスボードのところでも話したように英会話に通い始めてて、それのね、勉強ノートとかに使えそうだなと思って手に取りました。予習とか復習が楽しくなるといいなと思ってます。おやおやというところが1点、だいぶ印刷ずれがすごい。こういうの見るとね、日本の文房具って品質すごいなと感心しますよね。シールの楽しさの話にちょっと戻りまして、昔シール交換って流行りましたよね。今思えばね、交換するだけの謎文化なんですけど、当時はみんなシール手帳を持っていて、例にも漏れず私もブロックシール貯めてたなと懐かしい気持ちになりました。ラストはこちらの大文字アルファベットスタンプ、税込み440円です。小さなスタンプ台もついていて、買った時はね、黒だけだかと思ったら下から赤も出てきました。いや、びっくりですね。440円でこんなに入ってるのかと。で、今までのね、クオリティのこともあるし、期待せずにちょっと試してみましょう。最初なのでちょっとインクがつきにくいですが、ぐりぐりやれば問題なし。そしてね、綺麗にスタンプできました。当たり前なんですけど、ちょっと感動。押した陰影見てみると、スタンプならではのね、インクの濃淡っていうかの、味みたいなのも出てていい感じです。ただね、ラバー部分が切り落とされてないので、インクがね、ついてしまって、文字以外の部分もスタンプされちゃうのだけがちょっと残念かなと。では続いて赤色のインクも試してみます。ラバーが赤茶色なのでインクがついているか若干分かりにくいですが、さっきと同じようにグリグリと押し付けて押せばいい感じでした。朱肉よりはね、ちょっとだけ明るくてマイルドな赤色かなと思います。本当に若干ですけど、端っこが押されちゃってるので押し方やっぱ練習しないとな。でこれを購入したのは実店舗で使っているカフェメニューを作るときに、今使っているアルファベットスタンプがちょっとちっちゃいなと思ってて、一回り大きい文字が欲しかったので購入しました。実際押してみたらね、意外とサイズが今までのと変わんなかったなという印象。実際に作っていくとやっぱり端の部分がね押されて目立つので、とりあえずやり直します。なるべくね垂直に丁寧に押していきます。で文字の間の距離とかもねちょっとつかみにくくまだまだガタガタしてますが、スタンプの味ということで、ここに来てスペルミスなんてこったですね。この紙は一旦練習用ということで、ちょっと押す練習だけをしていきます。その後もね垂直に押しながらもガタつきが少ないように慎重に作成はするのですが、私がね不器用なせいなのか全然押すのが上手にならず苦戦をしています。4回目の正直でなんとかここまで来たんですけど、見比べても前のメニューの方がいいなと。でもこれはまだまだ練習が必要そうなので、今回はメニュー表作り諦めました。最後までご覧いただきありがとうございます。欲しいものがもし見つかったよという方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。励みになりますので。またねー。